皆さんこんにちは。カレンゲームラボのカレンです。ハイファンタジーがお好きな頭の中エルフの方へ朗報です。今回はそんなハイファンタジーを楽しめるアニメ超新作 RPG3 つを紹介したいと思います。紹介するタイトルは彼岸エルシール、アルケランド、崩壊スターレイル以上の3タイトルとなります。どのタイトルもハイクオリティかつ話題性の高いタイトルとなっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。それでは見てまいりましょう。一つ目のタイトルは彼岸エルシール。リリース日は2月23日、一部地域のみ提供。日本展開は未定。ジャンルはリアルタイムストラテジー RPG。開発はアクセス。対応プラットフォームは iOS、Android。世界観は魔法と技術が織りなすハイファンタジー。本タイトルの開発元であるアクセスは技術力とクオリティに優れた作品を制作し、同社が手掛けるリリース予定の 3D 弾幕空戦アクションスルズは中国国内外でも高い評価を受けております。そんな開発会社アクセスが手掛ける彼岸エルシールが2月23日一部地域にてリリースされ、どんなゲームなのか詳しく見ていきたいと思います。本タイトル彼岸エルシールの世界観はハイファンタジーということで、物語の舞台は惑星エルシール。人間の心に潜む欲望や感情を利用して現れた彼岸と呼ばれる存在と、それに対抗すべくプレイヤーは導き手として彼岸に対抗する力を持つ少女たちと契約を結び、彼岸との戦いを描いた物語。バトルの前後に発生する物語はセルルック 3D で描かれ、見応えのある内容となっており、バトルはリアルタイムストラテジー RPG ということで、スピード感と判断力を必要とする遊びがいのあるバトルとなっております。ストーリーパートはセルルック 3D で描かれる美麗な映像で表現され、シームレスにバトルに突入するなど、切り替えの描写があまりないことから流れを遮ることなく物語に没入することができます。シームレスに進むって意外といいですよね。ちょっとしたことなのにすごくテンポが良くなるんですよ。最近多くなってきてはいるものの、ますますこういったものが主流になりそうな予感がします。またセルルック 3D でしっかりとキャラが表現されていて、表情だったり仕草だったりキャラに対しての魅力が存分に伝わってくるので、愛着も湧くし、ストーリーパートを飛ばそうって感じになりにくいんですよね。さらにフルボイスなので、一層ストーリーパートを見たいって気持ちになってきます。アニメ調&フルボイスの組み合わせはユーザーを飽きさせないという観点からしたら最高だと思います。棒立ちの紙芝居だとどうしても飽きてくるし、ストーリー読んでてもなんかめんどくさくなってくるんですよね。バトルシーンは現世と裏の世界に分かれていて、両方のステージを行き来しながら進行していき、裏の世界は難易度が高くなっており、現世である程度強化しつつ裏の世界を攻略するといった流れ。バトルは4人編成による ACT を採用した RPG となっていて、バトル開始前にキャラの配置を行い、ステージによっては配置マスにバフ効果のあるマスがあったりするので、必要に応じてキャラを配置しバトルを開始していきます。実際のバトルは通常攻撃用のカードとスキルカードの2種類を選択しバトルを展開していき、リアルタイムに敵も攻撃してくるのでスピード感や判断力なども必要となってくるのですが、キャラの攻撃ターンの時はスローになるため慌てずに判断できる仕様となっております。1ステージは数回のウェーブで構成されていて、1ウェーブ単位でバトルを中断することができ、バトルを進めていくうちに戦力が足りないようであれば中断し育成することもできたりします。テンポよくステージ攻略ができるようになっていて、プレイしててテンポの良さがすごく感じ取れる仕組みでなかなかいいなといった印象。そして本タイトルはフルボイスかつアニメ調の演出、さらにテンポの良いバトルなどプレイをやめさせない感じが良くて、特に良いなと感じたのはストーリーをクリアしながらチュートリアルを進めていくのですが、その際にストーリーと連動する形でレアキャラが入手できるようになっており、あと少しストーリーを進めればキャラが手に入るんだといった気持ちになれるので、良い意味でゲームをやめることなく進めていけてしまうといった感じ。日本のタイトルでもこういったのはあるんですけど、このタイトルに関して言うとものすごく入手までの流れがストーリーと連動しているので、なんか手に入れたいなって気になるんですよね。それだけそのキャラを入手するまでのストーリー展開がうまくできているといった感じです。ゲーム内にユーザーを留めておくといった意味ではすごくいいなといった印象。
ここまでよく仕上がっているにもかかわらず、残念なところはガチャの演出がよろしくなく、レアリティかかわらず排出演出がどれも同じというのが残念な仕様。ここはもう少しこだわって欲しかったポイント。特別なシーンとかがないとやっぱり寂しいですよね。とはいえ全体的によくできているタイトルなので、ぜひ日本での展開もお待ちしております。続いてのタイトルはアルケランド。リリース日は22年12月7日、日本版は23年中。ジャンルはシミュレーション RPG、開発はズロンゲーム。対応プラットフォームは iOS、Android、PC。世界観は中世風ハイファンタジー。本タイトルは以前も紹介しているのですが、なんと日本展開が発表されたので改めて紹介したいと思います。今回はプレイすることができたので、プレイ映像をお見せしながらどんなゲームなのか紹介したいと思います。開発元のズロンゲームはアズレアやラングリッサーモバイルなどの人気作品を手掛けている開発会社。本年中には iOS、Android、PC のクロスプラットフォームでアルケランドをリリース予定。またラングリッサーモバイルの開発陣が手掛けているタイトルということもあり、注目度の高いタイトルとなっております。韓国で昨年12月7日にリリースし、App Store と Google Play の両ストアで1位を獲得するなど人気の高さが伺えます。韓国では MMORPG の人気が高い中、最近では原神以降アニメ調で描かれるタイトルがランキング上位に食い込むなど MMORPG 一択だった市場を塗り替えていく勢いを見せております。そんなアルケランドは中世風ハイファンタジーということで、物語の概要は中世イングランド王国の王朝プランタジネット家の実話に基づいて、生まれながらに死刑を宣告された絶望的な王女が国家と戦い、国家と人類の間で戦う物語をよりファンタジーに仕上げ、神々の争いに巻き込まれた人間たちの運命を描いた作品となっております。バトルの特徴としては、スキル、属性、地形要素を利用したプレイが単調にならないように様々な戦術システムが実装されており、原則は敵味方の攻撃時、相手ユニットが生存していると反撃があるタイプの攻防のため負けにくく、シミュレーションバトル初心者にとっても遊びやすい内容となっております。また戦闘画面は動きのある戦闘シーンとなっており、結構見ていて飽きないんですよね。さらに有利属性の場合は追加攻撃の発生やスキル発動時の演出など見応えのある内容となっています。なんとなくファイヤーエンブレムを彷彿とさせる内容に近しいものを感じ取れます。実際バトルを遊んでみた感じ、久しぶりのシミュレーションゲームだったんですが、バトル画面がごちゃついておらず、移動のしやすさやバトルのテンポも良く、1ステージクリアにかかる時間も結構短くて遊びやすい印象です。攻撃方法もあれこれ選ぶ必要もなく、地形、属性、有利ポジションをメインに考えるだけで良いので、シンプルにシミュレーションゲームを楽しむことができました。本タイトルはフルボイスで展開され、ストーリーパートでは立ち絵と背景にセルルック 3D で描かれているキャラが会話している描写のあるパターンと、アニメーションで描かれるパターンの2種類があり、特に立ち絵シーンは背景にキャラが会話している動きがある演出が盛り込まれているので、よくある紙芝居とは違って見ていて飽きがきません。これなかなか良い演出だなって思いました。凝ってますよね。その他バトル終了後にはキャンプ画面に入り、キャラとの会話であったり、マップ移動時は目的地までよくあるチビキャラがルートを移動するだけではなく、闘神キャラたちが歩いて旅をしている演出もあり、冒険している感がダイレクトに伝わってくるのも良い感じがします。今までの RPG やシミュレーションゲームでありがちな要素を斬新なアイデアで没入感の高い内容に落とし込んでいるのも良いかと思います。 BGM にはキングダムハーツやファイナルファンタジー15、グランサガなどの BGM を手掛けた下室陽子さんをはじめ、その他有名なクリエイターが参加しており、公式サイトに行くと BGM を視聴できるので、ぜひ興味があれば聞いてみてください。公式サイトの URL は概要欄に記載しておきます。ほんと良い曲が多いです。ただ残念な部分はガチャですね。先ほども紹介した彼岸エルシールもそうなんですが、このタイトルもガチャの演出がチープで、高レアキャラを引いても演出がなんか低レアキャラとほぼ同様の感じで排出されるので、特別感を感じられないのはちょっと残念な感じがします。とはいえ全体通しても遊び応えもあり楽しめる内容になっているので、日本版がリリースしたらぜひ遊んでみてはいかがでしょうか。
続いては皆さんご存知の崩壊スターレール。開発はホヨバース。リリース日は23年予定。ジャンルはスペースファンタジー RPG。対応プラットフォームは iOS、Android、PC。世界観は SF。事前登録者数は500万に迫る勢いを見せており、もはや知らない方はいないといったくらい認知されているタイトル。そこで今回はリリース前のおさらいということで簡単に紹介したいと思います。本作は原神や崩壊サードを手掛けるホヨバースによる新作タイトルで、同社が手掛ける崩壊シリーズの一つの作品として世界観が繋がっているという点でも注目されており、本タイトルの概要はプレイヤーは開拓者として広大なマップの探索や謎解きを通して美しい銀河ファンタジー世界での冒険が楽しめる内容。バトルは単性でスキル発動時はセルルック 3D で表現された演出は見応えのあるシーンとなっております。さらにやり込み要素も充実していて、広大な自由度の高いマップにはダンジョンや謎解きなど豊富な探査要素が用意されているようです。といった超リッチな RPG タイトルとなっております。ホヨバースブランドということもあり、前評判も高く、さらにプロモーションにも力を入れていて、他の作品の追随を許さない勢いを見せております。まず事前登録者数がやばいですよね。公開されているだけで350万人を突破していて、まず国内のソサゲタイトルでそこまで増えるのってまずないですからね。だいたい最終目標50万くらいですよね。このタイトルの最終目標は500万突破目指そうとしてますから、それ考えるとやばいですね。あくまでも個人的な推測ですが、今行われているファイナルベータで問題なかった場合は5月ぐらいにはリリースしそうな感じがするんですよね。そうなってくると残り2ヶ月なので500万達成は早い段階で来そうな感じがします。当然そのためのプロモーションはかなり強気で打ってくると思うので600万とかいっちゃうかもしれないですね。それ考えるとなんかすげえなって気になります。初月の売り上げとか想像つきませんね。最近ここまで事前登録段階で活気のあったタイトルは分かる範囲だと2件かな。ただ全世界で300万突破とかだったからちょっと違う気もする。何にしてもやべえタイトルで力の入れ具合が全然違うというのがお分かりいただけましたでしょうか。紹介したタイトルは全てアニメ調の RPG でフルボイスかつ豊富な演出が特徴で、過去を振り返ると原神を皮切りにアニメ調の MMORPG が増え、この傾向は RPG ジャンルにおいても主流になる可能性が高く、今回紹介したタイトルも評判が高く RPG ジャンルで覇権を取る勢いを持っていると言えます。はい、今回は23年注目度の高い RPG ジャンル3本を紹介してまいりましたがいかがでしょうか。 RPG というジャンルについてもかなりリッチなものが続々リリース予定となっており、23年はいろんなジャンルでビッグタイトルがわんさか出てくると思うとワクワクが止まらないです。ただ残念なことにここまで注目されているタイトルが日本発信のものではないということがいろんな意味でやばいなといった感じということで、チャンネル登録はお任せしますが、ぜひもう一本カレンゲームラボの動画を見ていただけると幸いです。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。